汚いね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然加藤川シルピーです。今回はね、10アルファードの内装お掃除第4弾。第4弾はね、ちょっとレザーシートの方をきれいにしていきたいなと思います。で、今回ね、レザーシートをきれいにするにあたって購入したのがこちら、ジーオンのレザークリーナー。汚れ落とすやつね。レザークリーナーと、あとその後に保護するレザーコート。この2種類を購入しました。なので今回はね、この2種類の商品を使って実際にどれぐらい汚れが落ちるのか見ていきたいなと思います。はい、車にやってきました。そしたらね、まずね、やることが、いきなり汚れをじゃんじゃか落とすんじゃなくて、パッチテスト、このねレザーにこのレザークリーナーが合うのかっていうのをちょっと最初に試していきます。で、パッチテストやるときは、シートのこの下の見えない部分、こういうところにちょっと液剤をシュッシュかけて、でちょっと放置する。で、指でねこう触ったりして、レザーの色が落ちないかとか、そういうのを確かめていきます。これはね相性があるから、あらかじめねやっといた方がいいと僕は思います。とりあえず問題なさそうなので、そしたら次シートの方をもう早速きれいにしていっちゃいます。まず2列目の座面からいきたいと思います。ここね、ちょっと分かりやすいようにマスキング貼っておきました。で、トライアルセットみたいのが販売されていて、それだとなんか専用のブラシもついてくるみたいなんだけど、僕はねトライアルセットを購入していないので、ちょっとハケを使って軽くこすっていこうかなと思います。そしたら早速もうこのまま吹きかけちゃっていいみたいなのでいっちゃいます。で、匂いはね洗剤みたいな、そんなね変な匂いじゃない、嫌な匂いじゃないです。そしたら軽く、うわ、すげえ落ちる。今汚れが一瞬で落ちたわ。こういう隙間とかね、これかけすぎかもしんない。ちょっとやっちゃったかな。あ、落ちてる落ちてる。あ、こんな汚れてたんだ。すげえすげえ。で、使い方としては専用のブラシでこする、またはウエス等で拭き取るみたいな感じです。そんな難しくないね。どうしてもねこのレザーってこうシワが寄るから、その隙間がね、その専用のブラシとか、僕今ハケでやっちゃってるんだけど、そういうのがないと隙間が綺麗にできないんだろうね。 OK、 そしたら一旦拭き上げちゃいます。ウエスね、綺麗なやつを使って。うわ、汚い。見える。うわすごい。で、こういう隙間はしっかり拭き上げる。うわー、汚ねえ。すごい。ほら、こんな汚ねえかい。あ、綺麗になったわ。あ、すごい、なんかしっとりしてる。いいね。 OK、 そしたらそのまま上もいっちゃいます。はい、上の方はそんな汚れてないんだけど、順番的には上からやった方がいいね。しくったわ。いきます。この辺とかすごい汚れてる。垂れてきちゃうから、どっちみち。いいね、泡立つからやりやすい。もうちょっと硬いブラシがいいかな、個人的には。はい、ちょっとルークリー洗剤のブラシに変えました。これはね馬の毛、硬すぎずっていう感じ。あんま硬いとレザーの方を傷めちゃうので、その辺はちょっと注意が必要かな。あ、いいね。あんまもうガシガシはいかない方がいいと思う。 OK、 そしたら分かりやすいようにちょっと面を変えよう。汚れてない面を使います。で、拭き上げる。うわ、汚れてんじゃん。やっぱ背もたれの方はそんな汚れてないと思ってたんだよけど、汚れてるわ。はい、そしたらね、どれぐらい違いが出たのかちょっとわからないんだけど、マスキングテープをちょっと剥がしてみます。いきます。上の方はどうだろう。非常に分かりにくいですね。うわ、下はもうくっきりだ。上の方はねそんな汚れてなかったのかな。ちょうど比較できる中央部分はあんま変わりません。で、下側座面のところがすごいわ。これわかるかな。ちょうどここに線があるんだけど、こっち側やっていません。で、こっち側クリーニングしました。これ全然違う。正直ね、こっち側僕が見た感じ、汚れてはいるけどそんな汚っていう感じはしなかったんですよ。けどこう比較すると汚いね。やば、
すごっ、めっちゃ落ちてる。とりあえずちょっと乾くのを待ってクリーニングしたいので、他のところ運転席ちょっと取ってみようかな。はい、そしたら運転席にやってきました。でちょっとね、使い方間違ってたっていうか、そのウエス、さっきまでね空拭きを使ってたんですが、濡れたウエスの方がいいみたいで、絞り加減はガッチガチじゃなくて、まだちょっと水が出るかなぐらい、この本絞りの一歩手前ぐらい、それぐらいがちょうどいいみたいです。じゃあこのね、濡れたウエスを使ってちょっと綺麗にしていきます。でウエスは変えてあります。さっきのはちょっと汚れちゃったので、分かるように新しいのを用意しました。で綺麗な感じでしょ。で拭く時はこの四つ折りにしてどっかの面で拭いて、また見せて、汚れがどれだけすごいのかっていうのを見せられたらいいかなと思います。うわ、運転席汚な。やっぱね、毎回一番乗る場所だから汚いですわ。そんなこと置いといて、ちゃちゃっと汚れを落としていきます。うわ、やばい、汚い。なんかね、汚れが落ちてる匂いするわ。さっきのね、この液剤の匂いとまたちょっと違う。ちょっと臭いな。すげえ汚れてる。これ背もたれとね、この座面一緒に一気にやんない方がいいかも。分けた方がいいわ。そしたらちょっと拭いてきます。うわ、うわ、すげえ綺麗になってる。うわ、わかる？汚ねえわ。ちょっと座面追い打ち。もうね、ひび割れてるところはきついかな。この面が汚れてるので、この下を使います。うわ、すげえ。ここ全然違う。しかもこの汚れ、ある程度濡れ拭きしたら、ちょっと乾いたタオルで軽く拭いていきます。あとブラシをね、使うか使わないかはもう個人の判断にお任せ。汚れがひどいようだったら、隙間にねこのブラシが入ってくれるので汚れを落としてくれるんだけども、その傷、余計レザーをね劣化させるっていう可能性もゼロじゃないので、その硬さとかもね選ぶの重要だと思います。一応そのトライアルセットだったらブラシがついてくるみたいなので、それを買った方が一番いいのかなと。そしたらね、ちょっとまだ汚れ落ちきってなさそうなところだけ追加でやってみます。なんだろう、思いっきりね、こうガシガシいくんじゃなくて、表面を軽く隙間に入れてあげるみたいな。この毛をね、隙間に入れてあげる。OK。そしたらマスキング剥がします。この状態でわかるかな。うわ、全然違う。待って、やば。はい、これが背もたれ。運転席の背もたれです。画面でわかるよね。背もたれすげえ綺麗になったな。これもね、洗ってみたらこんだけ差が出たりするんですよ。逆に洗わないでそのままで気づかない人も多いと思う。はい、どっからどこをやったでしょう。分かんない人いないよね。もうここにくっきり。すごい。なんだろう、ツルツル滑るかなと思ったんだけど、そんなこともない。すごいなんかしっとりした感じ。この後ちょっとコート剤も使って、違いってやつも見ていきたいなと思います。一通りね乾いたので、次コート剤を使っていきます。これです。で使い方はレザークリーナー等できれいにした後しました。布に適量をスプレーし優しく拭いてください。でその後約1時間は乾燥させる。 OK。 布、きれいな布また用意しました。ここに吹きかけます。匂いどうなんだろう。なんだろう、ベビーパウダーみたいな匂いがします。でこのまま拭いていく。で今すごいねしっとりしてるんだけど、これをつけたことによってツルツルになって運転に支障がきたしちゃうのかどうかっていうところもちょっと見ていきたいな。保護剤だからね、これはどちらかというと。でツヤとかどうなんだろうね。パッと見ね、ツヤツヤした感じは見受けられないかな。そのままなんかレザーのそのものみたいな感じ。これぐらいやれば OK でしょう。とりあえず作業終了で1時間放置して、その後に霧吹きかなんかに水かけちゃおっか。そういう保護じゃないのかな、わかんない。ちょっと一回やってみよう。とりあえず1時間放置。
はい、そしたらね、一応ね、車内の方でその汚れの落ち具合を見て、今コーティング効果をこれから見ようと思ってたんだけど、ちょっとね撮影しにくいので室内にヘッドレストだけ持ってきました。でここでもう一回ねちょっと汚れを落とすのと、あと最後コーティング効果っていうのをちょっと見ていきたいなと思います。これね超汚いじゃん。これね新品だったんだよね。他のね座面とかね助手席の方もやってたらこんなになっちゃった。オッケー、ここまで来ました。そしたらちょっと乾かします。である程度乾いたら次レザーコート、これを使って保護をしていきます。OK。 そしたらこのまま1時間放置して、その後にこのマスキングを剥がす。で汚れの違いを見る。で水をちょっとかける。で保護剤コーティング剤のね違いを見るみたいな感じになります。なので一旦1時間放置と、一応ね1時間経過したので、今からマスキングを取って水霧吹きちょっと用意したので、ここにかけて違うのか違わないのか、コート剤撥水コート剤なのかはちょっと分かんないんだけど、弾いてくれれば弾いてくれたで、その汚れっていうのは染み込まずに済むので、その辺ちょっと見てみたいと思います。あと触り心地だね、どんな感じで違うのか、その辺も見ていこう。でそしたらマスキング剥がします。まず汚れね、ヘッドレストだからそんな汚れの違いっていうのは出ないと思うんだよね。僕はこの時点であんまよくわかんないもん。もう違う。はい、こんな感じわかるよね。ここにくっきり線があります。この右側はやっていないで、左側はクリーナーを使って、コート剤も使っています。全然違うじゃん。ここからくっきり線があります。で触った感じ、特にこれといって変わんないかな。なんだろう、コート剤を使った方が特別ツルツルしてるとかそういうのはない。触った感じは変わんないかな。じゃあちょっと試しに水かけてみようか。特に変わんないかな。そしたら次ね、水でこの汚れが落ちるのかちょっとやっていきます。ちょっと汚れは落ちてるね。若干。けど違うわ、落ちてない。ここに線がある。全然違う。裏とかね結構やばいことになった。くっきりもうちょっと薄くなるけどやっぱダメだね、落ちきんないね。でここは多分ね液体クリーナーがちょっとかかっちゃったんだろうね。水だと若干薄くなってるような気はするけど落ちきんないね。ダメだ、やっぱクリーナーすげえわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はねレザーシートの洗浄をやってみました。で使ったのが G4 のレザークリーナーとレザーコート、この2つの商品を使ってレザーの方をきれいにしてみました。でまずねレザークリーナーの方から、これはねもう申し分ないね、汚れの落ち具合っていうのびっくりした。あそこまで落ちたのがすごいことだし、そもそもあんな汚れてたとは正直思わなかった。元からね汚いのは知ってたわけですよ。けどあんだけ汚いとはね思わなかった。このやっぱね掃除すると均等に汚れてる場合は意外に気づかないんですよ。けどああいう風に比較してみると、汚れてたじゃんっていうことが結構あるので、皆さんもね綺麗だと思ってても汚い可能性もあるので、その辺はねご注意いただけたらいいかなと思います。なのでねレザーシートをちょっと綺麗にしたいなと思ってる方はこちら G4 レザークリーナーすごいおすすめです。それとこのレザーコート、これはね汚れのつきにくさまではちょっとね比較できてないんだけど、僕が気になってたのはこのコート剤を使ったことによって運転しづらくなんないか、スルスル滑っちゃわないかっていうのが気になってたんだけど、その辺は問題なかった。でこの両方の商品に共通して言えることが、換気して使った方がいいと思う。なんでかっていうと、この匂い、嫌な匂いじゃないんですよ。洗剤の匂いなんだけどちょっと濃いね。でこっちもねベビーパウダーみたいな匂い、ちょっと濃い。やっぱ車みたいなね密閉された環境でやるとちょっとね空間も狭いからちょっと匂いがきついかなっていう感じは僕はしました。その辺が注意点かな。その他は特に問題はない。もう本当に僕は満足したので、気になる方はぜひ購入してみてください。それとね今回第4弾
レザーシートの洗浄やったんだけど、次第5弾はね、天井やろうかなと思っていますけど、すぐに公開できるかどうか正直わからないので、気長に待っててもらえたらいいかなと。あとこのね、内装掃除、これがね、またね、もっといろんなの見てみたいっていう方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。